でもどんなことになっても俺は丸メガネの選んだ道を応援する。本当に知りたいかい？当たり前だけど、知ったら君たちはもう知る前には戻れない。どうやらライゼンプロダクションの社長は稲本さんは君たちデビューメンバーを人質に取られたらしい。稲本さんは君たちデビューメンバーを人質に取られたらしい。人質やて？それってどういうことですか？事の発端は君たちが参加したオーディションバーサスアンビバレンツだ。今は亡きライゼン会長の意思を引き継いだこのオーディションはライゼンプロダクションが威信をかけて取り組んだプロジェクトだった。その身に輝きを秘めたアイドルの原石が自分にないものを持ったライバルと切磋琢磨することで光り輝き、その輝きに魅せられたファンの応援がさらにきらめく光を与える。だからこそバーサスアンビバレンツはファン参加型の二者択一オーディションだった。たとえ負けてしまったとしても意味がある。そういうかけがえのない時間を作りたいんだと稲本さんは言っていたよ。稲本さんが？僕もその考えに賛同したからこそ君たちのミュージカル課題の演出を務めたんだ。でも悲しいけれどオーディションに関わっていた大人の全てがそう思っていたわけではなかった。特に当時ライゼンプロダクションの取締役の一人で現テールウィンドオフィスの新社長の新氏は実力こそが正義であるべきという強い思想の持ち主だった。それゆえ実際の投票数を偽装して彼の目から見て実力があると感じた候補生をデビューさせようと画策した。それってグランツの投票をただの茶番にしようとしたってわけか。ひどい。しかしその画策を稲本さんは最終結果発表前に暴き阻止したけれど、それを面白く思わなかった新氏はライゼンプロダクションの他の取締役たちを抱き込んで稲本さんにオーディションの投票数で決まったデビューメンバーを取るか、それともライゼンプロダクションという歴史ある会社の業績を取るかという選択を迫ったんだ。実力こそが輝き事務所への利益に他ならないとね。そして稲本さんは君たちとの未来を選んだ。祖父であるライゼン氏から受け継いだライゼンプロダクションという社名は何とか守り抜いたものの、そのことがむしろお家騒動の末に乗っ取られたなんて週刊誌に美味しいネタを与える結果になってしまったというわけ。さてどうだった？これが君たちの知りたがったことの顛末だけど。俺たちのせいで稲本さんは。ナゴム兄さん。さすがに責任感じるな言う方が無理なやつやんな。関係ねえだろ。稲本が勝手にやったことだ。そんな言い方。なんでレオンはいつもはいはい、カズくんまともに受け取らない。いつものツンデレ。何の相談もなしに決められてご立腹なんやろ。しかも俺は図星を疲れちゃったねレオン。いやーでもほんま意外やったわ。お家騒動のこと気になったかてカムイさんまで使って確認しようとするなんて。レオンがそこまで他人に興味あったなんてな。それなら一星もだよね。はあ？俺？一星も出会った頃と比べると随分他人に興味持ってるように感じるよ。確かにとっつきやすさが変わったよね。何言うてんの？俺は最初からとっつきやすさ 100% やん。とっつきやすさの塊、むしろとっつきやすさの化身。全然かなりうさんくさかったねミオ。いやいや、何その振り。どう考えても返事しにくいでしょうが。はいはい、ミオくん口に出てしもてる。こんな風に口に出せるようになったのも、レオンや一星やみんなと話せるようになったのも、全部オーディションがあったからなんだよね。ミオくん。そうだね。稲本さんが最後まで守ってくれたオーディションがあったから俺たちは。悪い、待たせた。
いいけど、こんな夜に急に呼び出して話って一体何？しかも呼び出しておいて遅刻してるし。あのよ。あのよ、俺丸メガネのことが大事なんだよ。丸メガネはどう思ってるか知らねえけど、俺にとっては大事なダチでライバルで、まあそんな感じなんだよ。だからよ、丸メガネと出会えたバーサスアンビバレンスのオーディションにはすっげえ感謝してる。俺一人じゃ絶対諦めてたって時も、丸メガネは諦めずに一緒に立ち向かってくれただろ。悔しいけどすげえ勉強になることもあった。俺が今ステージに立ててるのは、俺のライバルが他の誰でもなくて丸メガネだったからだって思ってる。あのオーディションで一緒に過ごした時間は俺にとって一生かけがえのないものなんだ。だからよ、これから言うことは全部俺のわがままだけどよ、やっぱり俺は丸メガネと一緒にアイドルやりてえ。ステージに立つなら同じ場所でライバルだったお前と仲間として立ちてえんだよ。だから他の事務所なんて行かないで一緒にライセンでデビューしてくれ。慎太郎、これが 100% 俺のわがままなのは分かってる。それでも言わせてくれ。俺はこれからも丸メガネと一緒にいてえんだ。頼む。ありがとう。君がそんな風に思ってくれていたなんて正直びっくりというか。でもそっか、もう決めちまったことなんだな。分かった。いや、いいんだ。これは俺のわがままだって言ったろ。待って、いいってむしろ最後まで言わせてくれてありがとうな。なんか言いたいこと言えてすっきりしたぜ。これからは丸メガネの新しいかまどをちゃんと祝うから。だからちょっと待って。なんだよ、いきなりでけえ声出して。こっちの話もちゃんと聞いてくれ。あと新しいかまどって何？それを言うなら新しい門出じゃないのか。そもそも門出なんて全く決まってもいないし。それってどういうことだよ。こっちが聞きたいよ。他の事務所に行かないでくれって一体どういうことなんだ？行くも何もそんなこと決めてもいないんだけど。いやでもよ、テールウィンドオフィスに行くとかなんとか話してたの俺は聞いたぜ。何それ、どこで？テレビ局の廊下で。テレビ局の廊下？ああ、あの時の。はあまったく君と来たら。とにかく僕がテールウィンドオフィスに入るなんて仁太郎の勘違い。ただ僕の都合で先方に頼りっぱなしというのは失礼だから、僕にできることなら何でも手伝うつもりだっただけなんだ。借りを返すとでも言うか。借り？仁太郎ってオーディションのドキュメンタリードラマを見てないんだっけ？だってわざわざ見る必要ないだろ。俺たちのことが映ってるだけだし。君のそういうところ嫌いじゃない。なんだよいきなり。僕ね、昔人生を台無しにさせてしまった子がいたんだ。その子が今どこで何をしているのか気になって、可能であれば自分のしたことを謝りたい。太陽が昔の友人にちゃんと謝りたいって言ってる姿を見て思ったんだ。心の中に少しでも後悔があるなら、相手にどんなに否定されようときちんと誠意を持って謝らなきゃって。もちろんあんな昔のことを今の僕が謝るなんてただのエゴだって取られるかもしれないけど、でも丸メガネだから、その子の今の居場所を知りたくて昔のつてを頼ったら流れてテールウィンドオフィスの社長に行き着いたってわけ。テールウィンドに入りたいってわけじゃないよ。ライゼンプロダクションの養成所に入る前に気持ちの整理をしたかっただけなんだ。そっか。
あ、仁太郎？なんだ丸メガネ、結構男気あるじゃねえか。ういうい。ちょっと痛い痛い。よし決めた。え？俺様も一緒についてってやる。そんでお前の一世一代の瞬間を見届けてやるよ。緑担当のライバルのよしみでな。そうと決まれば善は急げだ。ちょっと待って、こんな夜に会いに行けるわけないだろ。せめて明日に。じゃあ明日何時何分地球が何回回った時に待ち合わせする？まったく。すがすがしい朝だ。私の新たなる門出にふさわしい。新しい事務所がどんな場所なのかと思ったが、こじんまりした中にもこのように大きくかつしっかりと磨かれた鏡がしつらえてあるとは、私が研鑽を積むにふさわしい。騒がしい朝だな。まったく鏡があれば坊ちゃんはどこでもいいんじゃないの？何を言う。曇り一つない鏡を維持することがどれほど大変なことか。守谷が毎日磨き上げた私の自室の鏡と遜色ない輝きだぞ。いい職人がいるに違いない。事務所に鏡を磨く職人さんっているのかな？いないと思うけど、確かにきちんと手入れされているよね。当たり前すぎて気がつかなかった。名前のない家事っつの？鏡を磨くなんていうタスクなかなかやらないよね。どこの誰の所業かは知らないが、さぞかし名のある鏡職人なのであろうな。職人ではありませんが、事務所の掃除全般は私が。東雲さん、そなたは？ライゼンプロダクション、主に養成所担当のスタッフ東雲です。今日からよろしくお願いいたします。元紫担当の木住玲さん。かーん、もっと良きに計らえ。東雲さん、相変わらず気配が稲本さん並みにないですね。お褒めに預かり光栄です。それって褒め言葉なの？尊敬する稲本社長と並べていただけるなんて、こんなに名誉なことはないですよ。ちなみに毎日の事務所のお掃除も稲本社長からの指示なんですよ。少しでも皆さんが過ごしやすいようにと。そっか。このレッスン場に入ると気が引き締まるのはそういう思いがあるからなのかも。ピッカピカのレッスン場を汚すのは気が引けちゃうけど、今日もいっぱい使わせてもらいます。気にせずどんどん汚しちゃってください。何度でも綺麗にしますから。これからシオンさんも入ってきますしね。シオン、養成所に入るんですね。じゃあ仁太郎がグループで騒いでたのってそのことだったんだ。ああね、騒ぎすぎて解読不可能すぎたけど、でも偉いよねシオンくん。昔の仲間に謝りに行くなんて男気あるわ。私に負けずシオンの心意気の美しさたるや。入所した暁には存分に褒めたたえよう。いや、何目線それ。みんな大変。あぐりちゃん、どうしたそんな急いで。大変なんだよ。シオンがテイルウィンドオフィスの所属になるんだって。シオンが？でもシオンはうちの養成所に入るんじゃ。でも見て、さっき週刊誌の SNS で。これは一体。太陽の真下照らされたシャインマイウェイ足踏み揃えて通り過ぎてきた過去の日々を糧にして俺らが作る奇跡はこれから何気なく歩くその道をチャンチャンチャン視界だけのハンサムウェイに何一つ持ってないってなんか逆にかっこよくないなんてふざけて笑って進む道の先へ進むべきウェイ輝くは
き放